どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。今、ゴッツァ難民キャンプ、にいるわけなんですが、前回の続きですね。前回は、千年の夢がまたね、始まってしまったので、ちょっともう時間もなくなってきてたので、そこで終わらせていただきました。で、前回は、サブクエ、ちょっとクリアしたり、ゴッツァも行ってたんだっけ、回ったり、それからこの難民キャンプを回ったり、サマンも回ってたんだっけな、回ったりしてましたね、探索ね。まだメインストーリーは、進めずにいるという感じ。見ていきましょう。ちょっと短めだとありがたいけどね。どうでしょうね、今回はね。しゃがみ込みました。いきなり。ロードしたらね。そうそう。この火を見てたんだよね。で、前回この場面で終わりましたね。この焚き火というか、何を思い出したんでしょうね。さあ、今回の主人公と題名は、その時は深い森の奥、人ざん人家のある里まで一日ではたどり着けない場所にあった聖地と呼ばれている。切り立った山が幾重にも重なったこの地方で神へ迫ろうとする、業者たちはっていうのかな、修行の、業者っていうのかな、神へ迫ろうとする業者たちは修行の、最後に滝に打たれる。滝の水は凍りつくように冷たい。そしてほんのわずかでも気を抜くと流れ落ちる水の勢いに負けて押しつぶされてしまう。今回題名が先に出ないね。出ないな。それを、業者たちは天のつぶて、これ題名ですね。天のつぶてと呼んでいる。天が業者たちの心身の強さを試すために止めどなくつぶてを放っているのだと。なるほど、それをつぶてと呼んでるわけですね。不思議なんだ、このつぶてが。今回の主人公は誰かな。修行の最後に挫折した、要するに天のつぶてに負けたかつての業者は苦笑交じりに介護に行った。滝に打たれる俺たち一人一人の心を見抜いているみたいに、それぞれ違うつぶてが降り注ぐ。どういうことだ。属性で背負ってきたものや夢見ていたものが次々に現れるんだ。例えば男の場合ならまず現れたのは女だった。滝壺に落ちる水の音がでもいいのかな、水の音が女の声に聞こえてくる。耳元でささやく甘い声だったり、すすり泣きの声だったり、男に抱かれてあえぐ声だったり、まさに、千差万化だっていうのかな。しかもご丁寧にその全てが懐かしい声だったり、思い出すのも嫌な声だったりする。女絡みの厄介事が多かったのか。自慢じゃないが、そっち方面の修羅場は誰よりもくぐってきたつもりさ。たくさんの女を泣かせてきたし、たくさんの女を愛してきた。そんな人生におさらばするつもりで修行を始めたのに、最後の最後で天のつぶては俺の心の一番弱いところを責め立ててくるんだ。気持ちがほんの少しでも揺らいだらもうダメだ。激しい水の流れに押しつぶされて滝壺に叩きつけられて修行は終わりだ。俺だけじゃないんだぜと男は焚き火に薪をくべて続ける。俺だけじゃない。子供の頃に生き別れになったおふくろの声が聞こえたやつもいるし、幼いうちに亡くした我が子の声が聞こえたやつもいる。声だけなのか。それならまだいいさ。声をやり過ごしていたら今度は滝壺に立ち上る水煙っていうのかな、が、水煙っていうのかな、立ち上る水煙が人の形に変わるんだ。属性で殺してやりたいほど憎んでたやつが出てきたり、逆に属性でこそこそ逃げ隠れる羽目になった原因の氷菓子が現れたり、一瞬でもギクッとして立ち退いだらもうおしまいなんだ。この男っていうかが主人公なのかな。
もうおしまいなんだ。修行にやり直しは効かない。滝に一昼夜打たれ続ける最後の修行に失敗した者はすごすごと俗世に帰るしかない。この男のように。まあ俺の場合は俗世に逃げ帰る時だって転んでも直ち起きなかったわけだけどな。男はへへっと笑い、がっくりと落ち込んだ。滝壺から岸に上がった若い業者、いや正確にはついさっきまで業者だった青年に声をかけた。おい焚き火はこっちだ。体を内側から温めるんだったら酒だってあるぜ。酒だってあるし肉だってある。焼きたてを頬張れば里へ降りていく元気も出てくるさ。なるほど。男の今のなりわいは、滝のほとりに立つ茶屋の主だった。もちろん修行中の業者は金など持っていない。男もこの仕事で金を儲けようなど思ってはいない。冷たい滝に打たれていてついた体を焚き火であ、どうやって読むんだこれ。体を焚き火で温めてみたいなことなのは分かってるんだけど曇らせとか読むのちょっと分からないね。食べ物や酒を振る舞い、時には里に降りてからの当座の生活費まで渡す。支払いはいつでも構わない。俗世に戻った男たちがまた仕事に就き金を稼ぐようになったらその時に払いに、来てくれればいい。おお、出世払いか。ある時払いの催促なし、証文も取らない。それでいいんだと男は言う。へえ。払いに来ないやつだっているだろう。皆無が聞くと、そりゃいるさとあっさり答え、でも俺はここで茶屋を開くことで別の修行をしてると思ってるんだ。はあと続けた。別の修行。ああ、天のつぶては何事にも動じない強い業者しか許さない。だったら俺は天のつぶてに負けた連中、要するに弱い人間を許す役目を果たしたい。ああ、天のつぶてに負けて酒や料理の金まで踏み倒して逃げていくようなとことんまで弱いやつらを俺は許し続けてやる。ほう、それが修行か。ああ、生活は確かに苦しいさ。俺が最初に覚悟してた以上にとことんまで弱くてずるい連中ってのがたくさんいるもんだからな。おかしそうに笑った男はすぐに真顔に戻ってでもなと続けた。本音を言えば修行っていうよりある意味仕返しだな。誰に？天のつぶてを放り続ける神様とやらにだよ。人間ってのは弱いさ。ああ、全くもって弱い生き物だ。神様から見れば呆れ返っちまうほどにな。でも俺は負け惜しみでも何でもなくて、人間っていうのは弱いからいいんだと思うんだ。弱さはずるさにもなるけど優しさにもなる。弱さが人間を苦しめることはたくさんあるけど、逆に弱さが救ってくれることだってあるんじゃないか。その弱さを思い知らせて無力さをかみしめるために神様が天のつぶてを放るんだったら、俺は神様に背中を向けてやる。ケツをまくってペンペン叩いてやる。俺はあんたと違って人間の弱さを叱ったりしないぞ。俺は弱い連中をちゃんと受け入れてやるぞってな。男は焚き火に新しい薪をくべて喋りすぎちまったかなと。焚き火に囲んでんのか今、焚き火を。そっか、だからさっきのシーンなんですね。ああ、で思い出したんですね。ちょっと照れたように肩をすくめた。カイマはそんなことないさと微笑み混じりに首を横に振った。なあ旅の人、見たところあんた業者じゃないな。ああ、峠を越えようと思って道に迷っただけだ。どうだい、せっかく来たんだ。天のつぶてを浴びてみたらいい。旅の土産話になるだろう。遠慮しとくよ。微笑みを浮かべたままカイマは言った。心を動揺させるものを見せつけられるのが怖いのか。男は笑って、でも気持ちはわかるけどなとうなずいた。誤解だ。カイマはそんなものを恐れてなどいない。むしろ逆。何者にも心を動かされることのない自分に出会ってしまうのが怖かったのだ。はあ。これは元のいた世界の少し内面の、ものが
まだこの1000年では払拭されていないのか、なのかね、それともあまりにも長く1000年生きてるもんだから、石のハートになってしまったのか分かりませんけど、もともとそんなに一喜一憂しないような感じではあるよね、今はね。もうそれをかなり経験してきてるみたいなね、カイマはね。どっちにしたって急にこの滝に飛び込むのは自殺行為だけどな。そうなのか。ああ、ここの滝の水は凍えるほど冷たい。しかも滝壺の底にも湧き水があって、滝よりもさらに冷たい水が噴き出してるんだ。よっぽど体を鍛え抜いたやつでも慎重に時間をかけて体を水の冷たさに慣らしてからじゃないと一発で心臓が止まっちまうぜ。だからほらと男は滝に顎をしゃくった。ああ、なるほど。また新たな業者が天のつぶてに挑もうとしている。二人組兄弟だった。兄は滝壺の岸辺にしゃがんで足元から心臓に向かって肌にすり込むように水をかけている。弟の方は気が流行って今すぐにでも滝に打たれようと意気込む。そんな弟を試しなめ、ゆっくりと時間をかけて体を水の冷たさに慣らす兄の風貌には、厳しい修行に耐え抜いた、強者ならではの静かな迫力が漂っていた。ほほうと男は感心したように頬を緩め、これは久しぶりに行の成就の瞬間が拝めそうだなと言った。わかるのか。ああ、ずっとここにいればわかるようになる。天のつぶてに勝つやつと負けるやつは滝に入る前から決まっているんだ。いえって妙だね。入念な準備を終えた兄は滝壺に入ってからも一歩ずつ足元を確かめるように進む。後を追う弟はバシャバシャと水を跳ね上げて滝へ向かう。弟の方はダメだな、あれじゃあ。男はため息をついて焚き火にさらに薪をくべた。炎がひときわ大きくなったのを確かめて、酒の用意も早めにしといた方が良さそうだなと独りごちる。兄弟は並んで滝に打たれた。天のつぶてが降りてきてるね。天のつぶてが頭から浴びた。男の予想通り兄の方は落ち着き払った様子で天のつぶてがやむことなく送り出す幻をやり過ごしていた。ああ、なるほどね。そして男の予想通り弟の方はあっけなく天のつぶてに破れ去って滝壺に叩きつけられてしまった。だが男の予想を超えた事態が起きた。弟は苦しそうにもがきながら滝壺に浮き沈みして立ち上がることができない。溺れている。胸をかきむしるように手で押さえている。心臓をやられた。凍てつく水に入る前の準備が足りなかったのだ。助けて兄貴。弟が助けを求める声にも兄は動かない。マジ？一心に滝に打たれ続けている。おい、何やってるんだ、早く助けてやれ。男が怒鳴っても兄は表情一つ変えず身じろぎもしない。溺れてるんだぞ、このままだと死ぬぞ。兄は動かない。これこそが天のつぶての放った最後の試練だとでも言いたげに歯を食いしばりびっくりした。男は目を固くつぶって滝の真下から離れようとしない。バカ野郎。男は悔しそうに叫んで滝壺に飛び込んだ。いても立ってもいられず助けに行ったのか。無謀だった。やばいな。水の冷たさに慣れていない体は一瞬にしてこわばり男の心臓を締め付けた。それでも男は手を伸ばす。弟の体はもうほとんど水に沈んでいた。男はその手首をつかみ、うおーっと全身を震わせて吠えながら引き寄せて、ぐったりした弟を抱いたまま岸へ戻ろうとして力尽きて水の中に倒れ込んだ。皆無が救った。なるほど。滝壺に飛び込み意識を失った二人を抱き上げて岸へ戻った。天のつぶてが降り注ぐ。やむことなく幻が皆無に襲いかかる。
戦場の光景、さすらいの旅の光景、流れる星、昇っては沈む太陽、吹きすさぶ風、そして長すぎる人生の旅路で出会った無数の人たちの死。これあれだね、これ全部読んできたな。昇っては沈む太陽、吹きすさぶ風、流れる星、さすらいの旅の光景はまあしょっちゅうだけど、あったあった、こういうのね。読んできた。今ちょっと詳しく言わないけど、そして長すぎる人生の旅路で出会った無数の人たちの死。まあこれもね、いつものことですね。無駄だ。天のつぶてをぶつけてくる神に告げた。俺の心は揺れ動いたりはしない。お前が見せる幻よりもずっと過酷な現実を生きてきた。それが強さの証になるかどうかは知らない。誇るつもりはないし、誰かに語るつもりもない。ただ生きてきた。生き続けてきた。それだけのことだ。まあそうだけどね。岸に上がり、茶屋の男と漁者の弟を焚き火のそばに並べて横たえて、体を温めながら皆無は思う。天のつぶてを放つ神はどうやら神としては二流のようだ。本当に全てを見抜く神なら皆無に過去の光景を見せるような真似はしない。皆無が何よりも、心乱されたじろいでしまうのは、むしろ果てのない未来を見せつけられる瞬間なのだ。まあね。そしてお前は何のために生まれてきた。その一言を問えば皆無の膝はたちまち崩れてしまうはずなのに。これは記憶のない時なんだろうな。確かにね。その一撃はでかいね。先に意識を取り戻したのは漁者の弟の方だった。茶屋の男の容体は危険だ。どんなに体を温め胸を強くこすってもこわばった心臓はほとんど動かない。しっかりしろ、ほら焚き火だ。お前が焚いた、火に当たれ。耳元で怒鳴ると男はようやく薄目を開けて紫色に染まった唇をわずかに緩めた。やばいね。紫色か。あいつは助かったかい。ああ大丈夫だ、心配するな。そうか、そりゃよかった。喋れんのか。しっかりしろなあ旅の人。強さってのは冷たさのことなのかな。もういい、喋らなくていいから。強さが冷たさなんだったらそんなものいらねえや、俺は。男はかすかに笑って静かに目を閉じた。その晩もう二度と目が開くことはなかった。開くこと開くことかな、ことはなかった。強さってのは冷たさのことなのかな。なるほどな。強さが冷たさなんだったらそんなものいらねえと。人は弱いから握り拳ほどの大きさしかない心臓が止まると、ただそれだけのことで死んでしまう。だが人の優しさとはそんな命の弱さを誰もがかみしめているからこそ生まれるのではないか。息絶えた茶屋の男の亡骸に向かって漁者の弟は泣きながら頭を垂れる。天のつぶてに屈した弱い男は自分の命の恩人のためにただ一心に涙を流す。漁者の兄はまだ滝に打たれている。天のつぶてに動じず迷わず強い人間であり続ける。おそらく兄は神に強さを認められ修行を全うすることだろう。それでも強い兄が決して流さない涙に濡れた弟の顔を皆無は美しいと思う。だよな。そう思う自分でありたいと願う。見ず知らずの人を救って命を落とした茶屋の男が最後に浮かべた微笑みは何よりも気高い。そう感じられる自分であってほしいと皆無は祈る。俺の顔はどうだ。
千年の生を生きることは強さではない。しかし死ねない命を持ってしまった自分に弱さを優しさに変えることはできるのだろうか。わからない。わからないままただ生きる。ただ歩く。ただ旅を続ける。カイマは滝壺の水面に、自分の顔を映してみた。そこには孤独な旅人がゆらゆらと揺れながら浮かんでいた。なるほどな。今回はまたちょっと今までと違うな。また一つ、これで、カイマは勉強っていう軽い言葉じゃないけどなったわけですね。あり手に言えば勉強になったわけですね。強さ弱さというかね、それも含めて。なるほどな。兄は何を思うかね。その修行を全うした後にね、そんなことまでして全うする意味があるのかね。外は寒かったろ。ああ、これね。焚き火ってのは明るいね。それになんだか影も大きいんだ。不思議だな。ああ、これ前ここに来た時と同じ言葉か。さてと、強制的に切らなきゃいけなかったからゲーム。これも受けてない状態になってんだよ。だから。もう一回聞きましょう。不満そうなライゼル。この洞窟安全なのはいいけど薄暗いよな。この魔導機関が動けばいいんだが故障してるらしいんだ。でもこんな魔導機関の仕組みなんかわからないし。魔導機関なんてどれも同じさ。見せてみろ。俺ならすぐに直してやるぜ。直してみせるぜ。生徒ね、本当かい？実はここには6台も壊れた魔導機関があるんだよ。みんな直してくれたらお礼はするよと。6台ちょっと多くないか。そりゃまあいいさ、任せておきな。でこれを受けてセーブしようと思ってこっち来たら始まっちゃったんだよ。ちょっともう一回セーブ。セーブしました。あとね、行ったことも前回ここぐるっといろいろ回ったけど行ってないのはここは行ったよな。あれ、こんな子いない。あ、嘘でしょ。また嘘だろ。ここすごい多いな。3つ目だよ。ゴッツァの難民キャンプ。うなされているメイレン。痛いよ。お薬飲んだらすぐ治るよってお母さんが言ったの。でもまだ痛いよ。うわー、マジか。仕方ない。読もう。これだけで今日終わっちゃう。さあ、この状況で何を思い出したかな。道しるべ。題名先だね。私はもうすぐいなくなっちゃうんだからとアンリは言った。今度は名前付きだな。だからこんな人生どうでもいいの。このさ、千年の夢ってさ、名前を一切言わなかったり名前があったりするね。名前ない方が多いかな。なんかそんな印象。こんな人生どうでもいいの。めんどくさそうに笑って灰色の錠剤を舌に乗せごくんと飲み込む。法で禁じられ普通の人々の服用や所持は厳しく取り締まられている薬だ。服用すると全身の骨がとろけてしまうような感覚に包まれる。気だるさと心地よさの狭間を立って、人生の不安や心配事は全て消え去ってしまう。あんたもどう？兄は革袋から新しい錠剤を取り出して寝台の脇に佇む皆無に差し出した。今まさに寝台だったね。よくあるそういう薬か我々の世界で言うと。皆無が黙ってかぶりを振ると度胸ないんだからと苦笑してまた自分の舌に乗せる。今日はね、これで何錠目なんだ。皆無は聞いた。さあ忘れちゃった。アンリはうつろの目で、曲を見つめため息をついた。中毒だ。それも重症の。どんな気分なんだ。悪くないわよ。とっても幸せ。
答えて笑う。さっきよりも笑顔が深く柔らかい。いや、深すぎて柔らかすぎる。至福の笑顔のようにも見えるが、だからこそ背筋がゾッとするような怖さもある。薬の名前は道しるべ。あ、そうなんだ。薬の名前？無論正式な名称ではない。まあだろうけどね。誰からともなく、摘発を逃れるための隠語として呼び始め広がった。ただ確かにその薬は道しるべとしか呼びようのないものだった。一条を含むごとに人は一歩道を前に進む。禁断症状に襲われて次の一条に駆け寄れば、それでまた一歩道を進むことになる。もっともっともっと道しるべに、導かれてたどる道は痛みも苦しみもない。どこまでも安らかなものだ。だがその道の果てで待ち受けているものは死。道しるべが服用も所持も厳しく禁じられている理由は、人を緩慢な自殺へと誘う薬だからだった。これ製造元は誰なんだ？あと何錠なんだろうね。アンリはぽつりと言って痩せさらばえた体を寝台に横たえた。聞かれても皆無には答えられない。ただ道しるべをたどってきた旅路が終わりに近づいていることだけはわかる。だからこそ皆無がここに死に臨む人々が集められた病院に追われた。皆無は今度は何者なんだ？傭兵だったりいろいろ今まであったけど、後悔なんて何もないのよ。アンリっていうのは何歳ぐらいかな。さっきなんかそんなようなこと書いてあったっけ？少女とか普通の女性とか。後悔なんて何もないのよ。アンリは言う。本当よ本当。こうやって気持ちよく穏やかに眠るように死んでいけると思うの。うつろな目は皆無に向けられているけれど、その瞳には何も映ってない。だから私は大丈夫。アンリはまた皮袋に手を入れた。なんでそんな持ってんの？皆無がもうやめた方がいい。渡征しても大丈夫だってば。と力なく笑って三丁目の道しるべを口に含む。目をつぶる。落ちくぼんだ眼底かなが暗い影を作る。皆無は黙って椅子に腰掛けた。アンリの言葉はしばらく待っていたが、どうやら寝入ってしまったようだ。息遣い穏やかで寝顔もかすかに微笑んでいる。道しるべが効いているのだろう。もしも道しるべがなければハンマーを叩きつけるような背中の痛みと激しい予感でとても眠っていられないはずだ。いや、体の苦しみ以上に迫り来る死の恐怖に心が耐えられないだろう。道しるべか。道になってるね。チャラってなんだ。まだ少女と呼んだ方がいい年のアンリは死病に起こされている。長い闘病生活を続けた末に医師は治療を諦め、そういうことね。なるほど。治療を諦めアンリに道しるべを処方したということか。医療用のものなのね。普通の人々が含むことはできないね。できない道しるべだが、もや命が助かる見込みのない患者に対しては特別な服用が許可されている。安らかな死を迎えるために。安楽死の手段か。生を静かに閉じるために。それはすなわち後悔や絶望と向き合わずに死ぬということでもあった。皆無がこの仕事を始める前、道しるべの効能について説明した医師は最後にこう言って笑ったものだった。要するにその人の人生の負債をそっくりチャラ。そのままチャラ？人生の負債をそっくりチャラにしてくれる薬なんですよ。苦しむよりはいいかもしれんけどね。アンリは目を覚ました。寝台の横に皆無がいるのを確かめると、心配しないでもいいのにと笑ってまた目を閉じる。私は大丈夫よ。このままいけると思う。アンリも知っている。皆無はどういう役目なんだよ。
道しるべにはごく稀に副作用がある。最後の最後、死の淵に滑り落ちる寸前に悪夢に襲われることがあるのだ。患者はその時文字通り視力を尽くしてもだえ苦しむ。せっかく道しるべのおかげで試練の旅を穏やかに進んできたのに、臨終の間際で全てのこれは読めない。これは読めないよ。見たこともない感じだよ。臨終の間際で全てのこれは読めない、消し飛んでしまうのだ。それだけでなく、錯乱した挙句に暴れ出す患者もいる。息をするのがやっとだった患者が悪夢に苛まれると、信頼が壊れるほど激しく暴れ、そばにいる人の首を絞めるほどの力を出す。それを抑えるために皆無いるんだな。万が一のために激しく暴れ、そばにいる人の首を絞めるほどの力を出す。人の体、いや心というのはかくも不可思議なものなのだ。だから皆無はここにいる。万が一アンリが道しるべの副作用に襲われて悪夢に苦しめられたり暴れ出したりした時に備えて、皆無は寝台の脇で寝ずの番を務める。医師からは薬を渡されていた。人を瞬時に死に至らしめる毒薬だ。それを抑えるんじゃなくて、それを無理やり飲ませろっていうのか。皆無にもしもアンリに変が起きたらすぐにそれを含ませるよう指示されているだって。でもそんな飲んでくれんのかな。これは人道的な措置なんです。医師は言う。決して殺人などではありません。副作用に苦しんだ患者さんの死に顔は本当にまともに見ていられないぐらいの形相になるんです。人の死がそこまで苦しいものであっていいはずがない。穏やかに安らかに亡くなっていただくための、これは最後の優しさなのです。ギロチンもある意味そうだよね。あれを開発した人、ギロチン博士だっけ。あれ名前だよね、人のね。その言葉に完璧に納得しているわけではない。ただ言葉に出して反論することができないのもまた確かだった。祈るしかない。アンリが道しるべに導かれるまま最後の瞬間まで心安らかに過ごせることを。たとえ心のどこかが麻痺してしまってうつろな目に再び光が宿ることはなかったとしても、今の彼女が幸せならそれを否定する権利は誰にもないのだから。あれか、皆無は病院の職員なのかい、今回は。ちょっとその辺がよくわかんないけど。再び眠りから覚めたアンリは道しるべを皮袋から取り出そうとして袋を落としてしまった。ごめん、拾ってくれる？もはや皮袋を持つ力すら残っていない。最後の瞬間はもう間近に迫っている。皮袋を拾い上げると、口に入れてくれる？と言われ、迷ったが一時を舌に乗せてやった。舌はカサカサに乾き、ヤスリをかけたように荒れている。本当にもうすぐなのだろう。道しるべを含んだアンリは、また気だるさに包まれたのだろう。意味なく頬を緩め、弱々しいため息をついて、夢見てたと言った。どんな夢？ちっちゃな頃の夢。パパがいて、ママがいて、お兄ちゃんもお姉ちゃんもいて、みんな笑っているの。良くない兆しだ。薬の効きが悪かったのかもしれない。そうなの？道しるべがうまく効いていればそうなんだ。道しるべがうまく効いていれば夢など一切見ないはずなんだって。まして家族の夢はまずして家族の夢はまずい。未練や後悔や、悲しみが心にあると副作用に陥る率が高くなる。だからこそ家族がこの部屋に入ってこない。はあ、なるほど。そうか、もういよいよだっていうのに家族がいてもいいわけだな。そういうことなんだ。そこは全然考えてもなかった。道しるべの投与を始める前に別れを済ませ、あとは全てが終わった後で対面をするだけなのだ。へえ、楽しそうだったな、みんな。もう一度道しるべを与えた方がいいだろうか。私が生まれた時、パパやママもまさかこんなに早く死んじゃうとは思ってもみなかっただろうね。手慣れた付き添い人ならすぐさま道しるべを追加するだろう。
そうすればアンリは何も考えることなくまだ安らかな眠りにつく。そしてもしかしたらもう二度と目覚めないかもしれない。だがカイムは革袋をそっと棚に置いてアンリの話の続きを待った。アンリも道しるべをそれ以上は求めず、落ちくぼんだ方を緩めた。アンリの方の動きとは違う意志を持った微笑みだった。ねえ、何？私って何のために生まれてきたんだろうね。言葉に詰まるカイムに構わず、だってさと続ける。こんなに早くまだ恋だってしてないうちに死んじゃうなんて。だったら最初から生まれてこなかった方が良かったんじゃない？わかるよとカイムは無言でうなずいた。自分は何のために生まれてきたのか。それはカイム自身が果てのない旅を続けながらずっと考えてきたことでもあった。答えはまだ見つからない。記憶がないからな。どこまで行っても見つけることはできないのかもしれないとも思う。パパやママ悲しむだろうね。少し休んだ方がいい。私はパパやママを悲しませるために生まれてきたのかな。目を閉じてゆっくり大きく息をして。ねえ、薬もっとくれる？今度はカイムはためらうことなく道しるべを与えた。アンリは初めてありがとうと素直に礼を言って目を閉じた。このまま目を覚まさないこともありうるんだよね。ああ、苦しまずに死ねるっていいことだよね。多分。頭がぼーっとして何も考えたり思ったりせずに死んじゃうのって幸せなことなんだよね。カイムは黙っていた。答えられなかった。答えたくない問いでもあった。アンリはそれ以上は何も聞かず眠りに落ちた。ああ、なるほど。ちょっとなんて字だろう。ごめんなさい。見たことあるんだけどちょっとごめんなさい、読めません。淡々じゃないよね。と眠るアンリを診察した医師はカイムに言った。おそらく今夜中に亡くなります。今夜が山か。アンリが苦しみ出したのはその夜更け。もう明け方に近い頃だった。ごめんなさいママ、ごめんなさい。ジャムを食べちゃったのは私です。高熱を発し、玉のような汗を額に浮かせながら上ごとのようにうめく。パパ何をやってるのよ。早くこっちよ。蝶々が逃げちゃうじゃない。幼い頃の記憶が次々に蘇っているのだろうか。ちょっと良くないね。良くない兆しなんじゃない？お兄ちゃんがぶった。ひどいお兄ちゃん、ママに叱ってもらうからね。全身の失神も始まった。お姉ちゃん、私も入れて一緒に遊んでよ。ねえお姉ちゃん、上事だけでなくまるで曲っていうのかなに、待って読んでないこういうことがあるんだよなこれ。やだ私も一緒。置いてかないで。叫び声に涙が混じる。うつろの目に映るものは過去の記憶から幻想に変わった。読めなかったよ。お願い、私いい子になるから。パパやママの言うことをちゃんと聞くから私も連れてって。ちょっと暴れてる音なんだね。バタバタね。本当は逆。置き去りにされてしまうのは何だって嫌だ、一人にしないで。パパママ戻ってきてお願い。苦しそうだった、悲しそうだった。全身の失神はさらに激しくなって表情は苦悶で歪んだ。ちゃんと A ボタンにしてくれよ。騒ぎを聞きつけた医師が部屋に駆け込んでカイムを怒鳴りつけた。あんた何やってるんですか。早く楽にしてやってください。分かっている。それが自分の仕事だ。アンリをこれ以上苦しめないための毒薬はすぐに手の届く場所に置いてある。だがカイムが手にしたものは毒薬ではなかった。曲に伸びるアンリの手をそっと握りしめた。何やってるんですか。そんなことしなくていいんですよ。早く、職務違反ですよ。クビですよ。
ぱ職員なのか。まみき散らす石を振り向いたカイムは静かにしてくれと言った。なんだと。怒鳴りかけた声がアンリの顔を目にした途端止まる。微笑んでいた。これママの手、それともパパかな。お兄ちゃん、お姉ちゃん、ねえ誰なの。カイムの手を握り返して嬉しそうに言う。立てようもなく幸せそうな笑顔でアンリは泣いていた。涙かな今のは。私も一緒、みんなと一緒、これからもずっと一緒。全身の失神が収まり息遣いも穏やかになった。カイムはアンリの耳元でささやいた。ありがとう。この声パパでしょ。アンリは微笑んだまま涙を浮かべたまま、わかるんだよという。カイムも笑い返して、ママやお兄ちゃんやお姉ちゃんの分もパパが代表して言うよと続けた。ありがとう。アンリは照れくさそうに、何がと聞き返す。アンリが生まれてきたことにありがとうって言いたいんだ。アンリと同じ時間を過ごせたことをパパもママもお兄ちゃんもお姉ちゃんもみんなありがとうって思ってるんだよ。人生には悔しいけれど限りがある。長い人生もあれば短い人生もある。人生にはもっと悔しいけれど幸せと不幸せとがある。幸せな人生もあれば不幸せな人生もある。それでも全て、人がこの世に生きていることを、生きてきたことを全てありがとう。カイムの言葉にアンリも細い顎を小さく振って答えた。私こそありがとうみんな。それがアンリの最後の言葉になってしまったらしい。副作用の悪夢に苛まれた後の死に顔は決して穏やかでもなければ安らかでもなかった。だが幸せそうではあった。本当にやめちゃうんですか。医師は残念そうに言った。旅支度を整えたカイムは、俺には付き添い人としての職務を果たせそうにないからと笑った。いやでもあなたのような見取り方もあるんだと思ってはっきり言ってびっくりしてるんですよ今。まあね、さっき思ってたけどさ、まあ確かにね。ただ全員にそれが通じるかどうかわからないけど、医師はそう言って、あなたの手のひらから何か道しるべのような物質も出てるんでしょうかと真顔で続けた。ああなるほどね。そうでもなければ考えられない。あんなに幸せそうになくなるなんて。気持ち次第なんじゃないじゃあ。もしかしたらね。カイムは手のひらを医師に向けた。何の変熱もないただの手のひらだよ。いやしかしきちんと研究していけば何かが何もないさとカイムは口をしてかぶりを振り、一つだけ医師に伝えた。俺は一人ぼっちで死んでいく連中をたくさん見てきた。多分あんたたち医者よりもずっと。だからあの子を最後に家族に会わせてあげたかった。そう思って手を握った。それだけだよ。特進っていうのかな。絵心のいかないっていうのかな。顔で、曖昧にうなずく。医師に構わずカイムは歩き出した。旅を続けなければならない。アンリに投げかけられた問いに答えることができないうちは、旅はまだ続く。自分は何のために生まれてきたのか。アンリには家族がいた。家族と出会い別れることがアンリの人生だった。だがカイムにはその出会いと別れすらない。これは記憶をなくしてるからなのかな。いつ1000年間のいつの時代のことを指しているのか相変わらずわからないんだけど、断片的に思い出すし、点と点だから線としてじゃないからさ。だからもしかしたらそのね、この出来事の前にも奥さんや子供がいたかも。僕はとにかく何人もいたんだから、かもしれないよね。
どうだろうね。俺はどこから来た、そしてどこへ行く。吹き渡る風は何のために皆無を果てのない長い旅路へと導くのだろう。道しるべはない。だからこそ皆無はどこまでも自由でどこまでも孤独だった。ああ、俺はどこから来たっていうのは鏡の向こうの真っ白な世界からということなんだけど、この時は分かるはずもないということですね。終わりか。お、遠い過去の狭間で記憶の彼方に置き忘れていたものを見つけた。ダウジング情報か。いいね。どれだ、これか。将軍、皆無が雇われた将軍の遺品が。ああ、赤い森、皆無が雇われた。ああ、将軍っていう千年の記憶もあったけど、あの将軍のことかな。遺品が赤い森に今も残る。へえ。でも今赤い森には行けないから仕方ない。あ、これあれだな、アイスキャニオンのことだな。そういえばよく読んでみたら多分そうなんじゃない？どうかな。あれ開けるとエルモンリーダーのエルモンのクラウンが入ってるんですよね、王冠が。これね、前回聞いたやつね。肉っていうか爪ね。さて、いやー、このゴタ難民キャンプ3つもあったのか。恐ろしい。千年の夢。さて、入ってないとこあとここだけかな。ちょうど今掃除が終わったところだよ。疲れたならそのベッドでお休み。これも変わらないね。休む。休んでもな。あ、この辺だ。暴れてる時だったね。全身の失神も始まった。お姉ちゃん、私も入れて一緒に休む。上事だけではなく、まるで虚空に浮かぶ、家族に抱きつこうとするように両手が動く。副作用だ。恐れていた事態が訪れてしまった。あれ ?A ボタンだね、これは。これ読んでないと思う。やだ、私も一緒。叫び声が涙に混じる。うつろの目に映るものは過去の記憶から幻想に変わった。早く読まなきゃ。どの辺だったかな。私も連れてって。本当は逆。置き去りにされてしまうのは末っ子のアンリーを心から愛していた家族の方なのに。ああ、なるほどね。なんだよ、これちゃんと A ボタンあるよ。末っ子のアンリーを心から愛していた家族の方なのに。なるほどね。暴れてるね。この辺は同じだな。同じなんていうか4だな。ということか。びっくりした、急にいたからアンリーかと思うじゃないか。今日夜中トイレに行けそうにないよ。さてと、こっち行ったっけ。こういうの直せっていうのか。修理。じゃあじゃあ時計回りでこの辺に1個ある。これは違うの嘘。これはじゃあ時計回りでここからスタートしよう。皆無。壊れている窓置き感はこれか。全く動かないようだな。これぐらいってこれぐらいは朝飯前さ。俺に任せておきなって。あれこれウーラの地下水路と同じ音じゃないか。もう終わった？待ってか。よし、じゃあこれ。なるほど、これは動かねえな。すぐ直すからちょいと待ってろ。いつもラチェット持ち歩いてんのか。これだな。違うの？これは中の線が曲がっているだけだ。これぐらいの故障大したこっちゃねえさ。
話しかけたっけ？手紙を届けてくれてありがとう。うん、同じだね。あ、違う。あとこっちに1個ぐらいありそうだね。あ、ないか。あったあったあった。これで何個目だ？ 6 箇所だよね。こりゃひでえ、錆びついた部品が折れちまってる。まあでもなんとかなるだろう。そうなんだ、すげえな。オッケー。こっちはないよな。あ、あれはどう？あ、この手前にもあるな。押したよ。ああ、ここの金具が外れてるだけさ。こんなもんすぐに一回一回あるんだ、言葉がね。もういい加減6箇所やったんじゃない？これは違うようだな。これ温泉だとか言ってたね。でもちょっと入るのちょっと勇気いるな。上から覗かれないか。あ、これはここ。修理ってなってた。おお、危ない。こいつはちょっと面倒だが、俺にかかればあっという間さ。あれ、なんか6箇所以上やってるような気がするぞ。すごいな。あの窓置きが治らなんて思わなかったよ。これはみんなからのお礼だよ。ありがとう。デスパウダー？デスってことは死のなんか何ができるんだ？デスパウダー。これだ。アサシン？即死？FF のデスか。へえ、即死なんて聞く敵いんのか。まあ雑魚だろうけどな。まあボスにはまず聞かないよな、どう考えても当然。じゃあここはもう終わりかな。よし。じゃあどうしよう。一回セーブするか。じゃあ一回セーブね。セーブしました。いやー、今日はちょっとこれで終わらせてもらいます。で次回はまあここ多分終わったと思うんだけど、今んとこはね、また発生してるかどうかは知らないけど、時が経つとね。次はね、そうね、いろいろ行ったから、あとね、行ってないとこはね、ここなんだよ。まあここもちょっと裏で行こうかな。ほら、ここ住民がいないから裏で行ってみようと思ってるだけなんだけど、ここね、ここに行ってみよう。まあここもどうなのかな。ちょっとわかんないけど、まあ何回も言ってるけど、ほら、ガンガラがさ、ここに向かってさ、グランドスタッフに乗って今ぶっ飛ばしてるわけでしょ。だからここ最後にしたかった。なんか嫌じゃん、ムービー始まっちゃうと。ただここはメインではないんだよな。いやいや、千年の夢2つ読んだか。最初の方はよくあったけどね。では、疲れちゃったよ、読んで。では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。